Hi everyone, Hola a todos, 여러분 안녕하세요。皆さんこんにちは、ふうみんです。今日はポールダンサーは実際にモテるのかどうかについてや、ポールダンサーとして彼ができた時の対処の仕方などについてお話をしていきたいと思います。今日の動画は視聴者の方からいただいた意見の中に彼氏事情について質問をいただいていたので、ちょっとそこの部分も踏まえてですね、この動画にまとめてみようと思いました。ポールダンサーの彼氏事情をちょっと聞いてみたいなという方だったり、あとはポールダンスをされている方向けにもですね、私の経験とか周りのお友達のお話にはなりますけれども、彼とうまくやっていくコツみたいなところもちょっとお話ししていきたいと思いますので、この動画が参考になればと思います。まずポールダンサーがモテるのかどうかというところなんですけれども、やはりポールダンサーというのはいろんなイベントに出る方もいらっしゃると思うんですよね。でポールダンスを趣味でやっているだけですよという方ですね、スタジオレッスンなどをしてそのダンススタジオが開催するイベントとか発表会に出ているんですよという方は、それは趣味でとどまっていると思うんですけれども、そうではなくって、お店だったり、いろんなイベントに呼ばれてダンサーとして踊りに行くというような、そういった方については実際にそのイベントの会場でちやほやされることが多いと思います。これはモテるということではなくて、見た目ですごく華やかなので、やはりそこが目立って声をかけられたりだとか、ちやほやされるということですよね。そういった、機会が非常に多いと思うんですけれども、イベントによってお客さんの男女の比率も全く違うんですね。例えばポールダンスメインのイベントの場合は結構女性のお客さんが多いかなと思います。もともとポールダンスを知っている、関係者というか、関係者がほとんど来てくれるイベントだったり、または今後ポールダンスをしたいなとか、あとはポールダンサーの友達ですね、そういった方が多く来られるので女性が多い気がするんですけれども、他のイベントがメインでダンサーをちょっと呼んでみたとか、そういったイベントだったり、お店側がちょっと会場を盛り上げたいので、ダンサーを呼んでみたとか、そういった場合にはやはりほとんど男性のお客さんが多いイベントになっているのかなと、自分自身の経験からそこは感じています。モテるとかちやほやされるということの定義がちょっと難しいですけれども、そういうイベントの会場でダンサーとして、華やかな衣装を着て華やかなステージでパフォーマンスをするので、それなりに声をかけられたり話しかけられるということはもちろん他のスタッフさんより、イベントの他のメンバーよりは多いのかなと思います。ただそれはモテてるということではないと思いますし、もうダンサーとして行ってるからそういうふうに声をかけられるということはあると思うので、そういった意味ではちやほやされる立場なのかなとは思います。クラブとかそういったところのイベントで踊ってその前後で話しかけられたとしても、これは私の中ではもう全く出会いとは思っていません。この動画をご覧になっている方で、ダンサーではないという方も多いと思うんですけれども、皆さんが夜の社交場に行った時にそこで出会った出会いっていうのは、ちょっと社交場の場所にもよりますけど、特にクラブとかそういったちょっとパーリーピーポーというか、テンションがちょっと違うモードでイベントという形で非日常的なイベントを楽しもうという気分で行った場所で出会った方というのはなかなかうまくいかないんじゃないのかなと思うんですけれども、同じような感覚で私も思っています。他の方よりはそういった場所に行く機会が過去多かったかもしれないんですけれども、私にとってはそこは
ステージなんですね。これはポールダンスを始める前もそうだったんですけれども、普通のストリート系というかヒップホップとかジャズダンスとかそういったダンスをしていたので、普通のそういったダンサーとしてダンスバトルだったりだとかダンスイベントだったりだとか、そういったところには昔からよく行っていたんですが、クラブでナンパされると恥ずかしいんですね。周りには私の知り合いがたくさんいる中で声をかけられるってなると、口説かれるところを知り合いに見られたくもないし、そこで自分もホイホイと行かないですし、あくまでその場所は私にとって非日常的なイベントスペースではなくって、出会いの場所でもなくって、ただ自分のパフォーマンスを表現する場所なので、そういった場所で自分が踊る時はもう一切アルコールは飲まないです。自分も怪我をしたくないですし、アルコールにも強くないので、絶対アルコールは飲まずに、逆に水とかジュースとかそういったもので、いつも過ごしています。なのでお酒を飲んでるお客さんとはだいぶテンションの違いはあるのかなと思うんですけれども、そういった状況なので、夜のクラブとかで出会う方はもう一切恋愛対象には見ていません。そういったところで気に入っていただいたとしても、それは私の見た目とかが好きなだけであって、中身はやっぱり知らないじゃないですか。やはり皆さんも一緒だと思うんですけれども、パートナーの方には自分の外見よりは中身を見てほしいなと思うと思うんですよね。ちょっとこれは男性と女性と違いがもしかしたらあるかもしれないですけれども、私は少なくともそう思っているので、なるべくそういった場所ではなくって、他の場所を通して、普通の日常の私だとか、いろんな部分の自分自身を見てもらって、フィーリングが合う方がいいなと思っています。じゃあ次にパートナーができた時ですね。ポールダンサーにとってちょっとパートナーの方に自分の趣味であるポールダンスとか、本業の方もいらっしゃると思うんですけれども、これを理解してもらうというのは結構大変だと思うんですけれども、ちょっとよくポールダンス問題でトラブルもですね起きる部分なのかなと思いますので、そちらについてお話をしていきたいと思います。まず出会った相手の方が私がポールダンスをしているということを知らない場合には、どこかのタイミングでそのポールダンスをしているということだったり、私の場合にはもう全身脱毛しているのでハイジニーナなんですよね。でその深い仲になっていく時にそういったこともお話ししておかないと結構ショックを受けるかもしれないので、なぜこういう全身脱毛しているのかというようなこともですね、そういったところの説明もしっかりして、その上でやはり人前でダンスを踊っていくので、そこへの理解もですねしてもらう必要があると思います。でよくあるあるだと思うんですけれども、やはり恋愛初期って皆さん、束縛したくなるじゃないですか、おそらく。でこれがポールダンスの場合だと、そのお客さんの前に露出してほしくないとか、お客さんと会話してほしくないとか、そういった部分の束縛もプラス入ってくるんですね。これがあるあるなのかなと思うんですけれども、ちょっとそこはトラブルになりうる可能性が高いので、そこもしっかりと理解してもらう必要があるのかなと思います。他のスポーツをしている方もそうだと思うんですけれども、スポーツって怪我がつきものですよね。で怪我のためにいろんな対策もしていると思います。まずは自分の体力とか、スキルを上げるということもそうなんですけれども、その怪我をしないためのそのウェアを着たりカバーをつけたり守ったりっていうことをすると思うんですよね。でそれがポールダンスの場合には肌を露出することなんですよね。服を着ているとやはりポールから滑り落ちてしまうので、やっぱり肌
のコンディションを自分で確認しながら、そこの水分量だとか油分だとか、その他いろんなコンディションがあるんですけど、自分の経験値とか肌感覚で滑らないようにいろいろと工夫をしていくので、やはり服を着ていたらやりにくいんですよね。やりにくいというかできないです。できない技がどんどん増えていきます。なので服を着て踊っている人もいると思うんですけれども、それはその肌の部分を使わない踊りで何とかしているだけであって、やはりがっつりと危険なパフォーマンスですね、難易度の高いものをしていけばいくほど、やはり肌の露出をしていた方がやりやすいです。なのでそういった部分の理解もですね、パートナーの方にしてもらう必要があるのかなと思います。もしこの動画をご覧いただいている方でパートナーにその部分を理解してほしいなという方がいらっしゃったら、この動画を利用して理解していただいたらいいのかなと思うんですけれども、この動画じゃなくても他の動画でもポールダンサーが服を着ない理由とか結構再生されてますけれども、そういうものをですね一度見ていただくと少しは理解していただけるんじゃないのかなと思います。まずは露出が必要な意味というのを理解してもらう必要があると思うんですけれども、踊る側としたらやはり最低限パートナーの方が不快に思わない衣装を選んでいく必要もあると思うので、お互いがちょっと歩み寄る必要はあるのかなと思います。ただここがうまくいかないとやっぱり恋愛が破綻してしまうというか、うまくいかないと思うんですよね。ポールダンスをやめざるを得なくなったりした人もいるので、やはりそこはですねちょっと時間をかけて真摯に向き合って、ちゃんと自分がやりたいこと、やりたい目的、これはちやほやされたいからしているのではなくって、アーティストとしてダンサーとして、ある意味スポーツとしてそれをやっているんだということをちゃんと理解してもらうには少し時間が必要なのかなと思います。これはパートナーだけじゃなくって自分の周りのさまざまな人ですね、例えば家族だったり親戚だったり会社の同僚だったり、そういったポールダンスとは縁がない自分の周りの人に向けてもやはり同じように理解してもらう必要があるのかなと思います。パートナーほど深く知ってもらう必要はないと思うんですけれども、やっぱり夜のそういった場所に行ってとか露出していろいろ踊っているからパーリーピーポーのように見られるケースって先入観っていうかそういうのあると思うんですよね。ですけど、そうじゃないんだよということを伝えるために、私は時々大会にもチャレンジしたりだとか、やっぱりポールダンサーさんもいろんな形で表現される方がいらっしゃるので、ちょっとジャンルもですねいろいろあるんですよね。なのでちょっと誤解をされやすいと思うんですが、そこは自分のいろんな発信で時間をかけて伝えていくしかないのかなと思います。私の場合はお仕事仲間だったり家族に対しては基本的に、ちょっと状況にもよりますけれども、そのクラブとかではなくってちゃんと舞台ですね、ステージがあって、でお客さんも全席指定席とかで見られるような、そのアーティストとして行われる舞台ですね、そういったステージ大会とかにはもう本当に無料で招待しています。自分でチケットを買ってちゃんと知ってもらいたいからご招待して見てもらっています。一度そういうところでちゃんと見てもらうとたくさん説明しなくても理解してもらえると思うんですよね。なのでいろいろな表現方法って伝え方ってあると思うんですけれども、やはりそれはその方々に合わせてしっかりと説明していく必要があるかもしれないですね。ちょっとそういうのがあるので他の趣味とはちょっと全く違う難題というかトラブルが発生しやすい趣味なのかなと思います。このようにちょっとパートナーの理解が得られない場合には自分のパフォーマンスの範囲に結構影響が出たりするので、結構モテるんじゃないのかなというすごい綺麗な方がパートナーを作らないモードで
集中して頑張っているという方も中には結構いるのかなと思います。私も一時期はそういった時期もありました。ですが、今はもうポールダンスを始めて10年ぐらいになるので、どういうふうに問題が発生してどういうふうに説明したり自分が対応すれば本当に納得してくれてその上で応援してくれるのかということも分かってきたので、パートナーがいない方がいいよねというような考え方は今はもうないんですけれども、自分の周りを見ていく中でそのパートナーと揉めたりだとか、あと結婚をした上でそのパートナー以外の親戚の方にちょっといろいろと言われてしまったりだとかという話も実際には聞いたことがあるので、ちょっと非常に残念だなとは思います。その一人一人に対して説明する時間とかあれば本当に理解してもらえるスポーツなのかなとは思うんですけれども、やっぱり先入観からダンスしているポールダンスしてるなんてっていうようなイメージを持たれる方もご年配の方とか親戚の方含めるとですね、そういった方もいらっしゃるのかなと思うので、ちょっとそういったトラブルに巻き込まれて、別れてしまったという話を聞くと本当にまだまだ認知度が低いダンスなので悲しいなと思うんですけれども、私もですねこういった SNS とか YouTube とかを通してもっともっと世間の皆さんにスポーツとして、もしくはエクササイズとしてのポールダンスですね、こういったものももっと知ってもらえたら嬉しいなと思います。私自身結婚した経験がないので、その親戚絡みの問題とかっていうのはまだ未知の世界なのかもしれないですけれども、今後ですね結婚するかどうかというのはまだわからないです。ダンスっていうのはスポーツ要素もありますけれども、どちらかというと私自身はアーティストだと思っているんですよね。美しいと思ってもらえるとか感動してもらえると非常に嬉しいなと思うので、そういった趣味はずっと続けていきたいなと思っています。おばあちゃんになったとしても自分ができる範囲でその体を動かして自分が踊っている姿を発信できればすごく幸せなのかなと今のところは思っていますけれども、そういったところについてちゃんと理解してくれるパートナーができればいいなと思っています。こんな感じでですね、ポールダンサーというのは見た目華やかかもしれないですし、チヤホヤされるんじゃないのかなと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、現状としては自分がいいなと思う男性がいたとしてもパートナーの方がいたとしても、ちょっといろんな意味で全てを理解していくにはかなりちょっと厳しい趣味を持っているなと感じています。いかがだったでしょうか。今日の動画が面白かった、非常に参考になったという方はぜひいいねを押していただければと思います。そしてこちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた他の動画でお会いしましょう。See you! チャオ! アンニョン!